トロ Vlog です。お盆休みももうすぐ終わり。この動画の投稿時にはとっくに終わっているかも。さて、今回の動画ですが、また中華ゲーム機の話題なんですが、最近増えている Android を搭載したゲーム専用機についてです。どうやら安価な中華ゲーム機のトレンドは Android 搭載機に移行したみたいですね。ただ相変わらず機種が多いし、どれが良いのかって判断がしづらいんじゃないですか。そこで最近リリースされた、またはこれからリリースを予定しているニトロ Vlog が注目する Android ゲーム専用機をピックアップして軽めに解説したいと思います。それでは行ってみよう。まずは良質なデザインで高性能、何よりも安価であるゲームハードを次々と発表する AYN テクノロジーの Android 機種オーリンライトです。この機種はかなり前からクラウドファンディングで支援者を募集していて、最近ようやく出荷が開始されたばかりです。OS は Android 11、チップセットはメディアテックディメンシティ900。上位モデルのオーリンプロよりもこのオーリンライトの方がチップセットが新しいので OS や通信規格が最新で性能も変わらないみたい。その上価格が安価で日本円に換算すると25,000円前後となっています。ハイエンドな性能とは言えないけど、筐体の質感や操作性の良さが良好で、大概の Android ゲームなら動作するし、コストパフォーマンスがとても優れた機種となっています。安価で良質な Android ゲーム専用機を探しているなら、オーリンライトが一押しなんじゃないかと思います。ただし、クラファン支援者の出荷が始まったばかりで、現在、新規注文はできない状態なので、もし入手したいのなら、注文ページをたまにチェックしておかないとって感じですかね。続いて紹介するのは、GPD XP のアップデートモデルとなる XP プラスです。チップセットはメディアテックディメンシティ1200を採用。旧型でネックだったパフォーマンスを大幅に向上しました。私のような旧型ユーザーには複雑な気持ちですけどね。この機種最大の特徴は右コントローラーモジュールが脱着可能で、遊ぶゲームタイトルによって交換できることにあります。Android 機種でゲームする場合は、ハイエンドスマホに物理コントローラーを接続すれば、代替ができちゃうのは事実なんだけど、ゲーム専用機として、この GPD XP プラスのような、ハード的な操作性に関するアプローチや、使い勝手の良い専用ソフトなど、ゲームプレイが圧倒的に快適になるし、何よりハードを触っているだけで楽しいですよね。さて、価格についてですが、日本円だと62,000円ぐらいするので、若干高価かもしれませんね。だけど、本体質感やモジュールの脱着ギミックなど、所有する喜びが感じられる機種だし、個人的には一押しと言えます。詳しい本体レビューは、以前投稿した旧型の GPD XP レビュー動画を参考にしてくださいね。一つ残念なのは、SIM が挿入できるのに、通信のみで電話機能に対応していないことかな。はい、ここからはまだリリースされていない注目の Android ゲーム専用機を少しまとめてみました。まずは昨年発売されて大人気のミオが開発しているミオ発の Android 機種 P60 です。この機種はね、いつまで経ってもリリースされないので困ったもんですよね。何か問題でも起きているのでしょうか。確認できる P60 のスペックですが、4インチスクリーンの小型機種であり、チップセットにメディアテックエリオン P60 を搭載しているようです。このチップセット、中華スマホやタブレットでよく採用されている人気チップ。性能はそこそこ、原神など
最低設定でプレイ可能なパフォーマンスは発揮しそうです。とはいえ、2018年にリリースされたチップセットなので、さすがに現状では高性能とは言えない微妙な印象を受けてしまいます。ただ、Android 機種としてはかなり小型筐体で、未用発の Android 機種であることや、品質や質感、操作性など、どんな製品に仕上がっているのか、ファンとしては非常に楽しみな一台、かなり注目を集めていますね。スペックや価格など正確な情報はありませんが、リリースが決まったら深掘りしたい機種です。次に紹介するのは、みんな大好きパウキディの新製品 X28 です。X28 は2022年の重要プロダクトの一つであると、パウキディ自身も語っている Android ゲーム機で、どうやらかなり力を入れて開発しているようですね。チップセットは X18S と同一のユニソックタイガー T618。以前に動画でレビューした中華タブレット、フォールドキューブ iPlay 40 Pro と同一のものです。そこそこの性能を発揮して、原神などの最低設定であればプレイが可能でした。mio P60 と性能的には同じかもしれませんね。スクリーンは 5.5 インチで確定みたい。パウキディ X18S をベースに、耐熱やホールド性を改善した横デザイン機種となるようです。そして、この動画を編集していたら、どうやら9月のリリースが決まったみたいです。パウキディ製品は、そこそこの質感と適度な性能。何より、安価な価格設定が期待できるので、楽しみな一台です。最後に紹介するのは、最近矢継ぎ早に新製品をリリースするアンバーニックが RG505 という Android 機種を準備しているようです。RG505 について情報が全くないので詳細は不明ですが、注目となるのはいかにもアンバーニックらしいスクエアな筐体デザイン。OS は Android、スクリーンサイズは5インチです。もしかしたらOS はデュアルブートに対応しているかもしれません。気になる性能ですが、公式動画を見ると PS2 の God of War 2のエミュレーションが可能で、Android アプリ、原神の動作も快適に見えます。この機種、従来のアンバーニックデザインが好きな人には、かなり気になるんじゃないかな。価格が$200以下であれば、かなり売れそうな気がします。今後の情報に注目ですね。今回は Android に移行している最新中華ゲーム機種について軽くまとめてみました。Linux ベースの低価格機種に比べると Android 機種は少し割高だし、何より円安の影響もあるから購入する機種の選択に悩みますよね。それなりの性能で使わなくなった Android スマホがあるなら、コントローラーだけ買ってゲーム専用機にするってのがコスパ最高だけど、この動画の視聴者の人の大部分は、ゲームプレイが目的というよりも、新しいハードを触って楽しみたいんだよね。私も全く同じ思考で、設定してゲームを導入して、起動して動作を確認するまでがゲーム、そんな感じになっています。あれも、これも買うわけにはいかないから、購入機種の選定は本当に悩みますが、そろそろ性能の良い UMPC を1台購入しようかなと思っています。10万円以上の出費になるから、未だに悩んでいるけど、おすすめなどがあれば、教えてください。はい、そんな感じで、今日の動画は以上となります。チャンネル登録者1000人が近づいてきています。登録がまだなら、コメント含め、よろしければお願いいたします。また、次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。バイ、バイ。